三上さんとコラボしてほしい。これねよく聞くんだよな。皆さんね僕と三上さんの関係をよく知らないんですよ。もうね三上さんはね僕にとってねなんだろうな星ヒューマンにとっての星一徹みたいな。もうね怯えてって言ったら三上さん失礼だな。もうなんだろう、押し寄せる尊敬と畏怖で押し寄せる尊敬と畏怖でもう固まって動けなくなりますから、多分一方的に三上さんがしゃべるだけっていう回になりますよ。ソルクレスターで神谷さんのことを知ってめちゃくちゃ遊んでしまいました。こういうの嬉しいですよね。神谷さんの作ったゲーム好きだからこれからの神谷さんの動きを楽しみにしてます。そうですね、ありがとうございます。この人も言ってますね。オールドゲームを話しながらプレイする動画が見たいです。だからねちゃんとキャプチャーしたりする環境が整ったらやりましょうか。今あるものは iPhone と三脚とそのマイクだけなんでこれでできる範囲で今やってますね。もうちょっとこうねお金かけていきましょうね。お金かけていこうというかどういうもの揃えたらいいかも分かんないですからね。勉強しながらちょっとやっていきますね。バイオ2からデビルまで多感な時期に遊ばせてもらいました。もうだいぶ古いゲームですからねあれも。なんかあれを遊んだ人が、会社なんかでもこう新しいスタッフが入ってくると子供の頃遊びましたって言ってくれるスタッフもいて嬉しいですよね。88号はあって88号ありますよ。普段使いの車でカウンタックとかね頭おかしいです。車あんなん乗ってるやつ頭おかしいですよ本当に。乗りやすいですよ88号は。可愛いやつですよ。カレーの配信お願いします。カレーの配信ってどういうこと？たまにはゲーム業界目指す人間に役立つ動画も作ってください。そういうのはねもっと優れた人がやるんじゃないですか。お酒飲みながらの裏話的なトーク動画が見てみたいです。酒飲みますか美味しいジャワカレーの作り方を教えてください。なんで初めて作った人間に聞くんだよ。でも僕の知り合いが作ってたカレーが牛すじ肉を入れるんですよ。それでやったらね初めての僕でも美味しくなりましたよ。でも9割方はジャワカレーパワーだと思いますよ。ジャワカレー粉パワーですよ。あれで作っときゃ何でもうまくなりますよ。狼が大好きでした。狼が好きって言ってくれる人も多いですね。デビルメイクライが有名ですが個人的にビューティフルジョーが好みでした。ありがたいですね。綺麗どころじゃない分むしろ YouTuber 向きの人だと思いました。これからもみんなが思ってもみない、斜め方向への配信楽しみにしています斜めどころかもう多分一箇所にとどまってもう微動だにしない配信だと思うんですけど、神谷さんのルーツ動画で知れたら嬉しいです。そうですね。ただね残念ながらね僕の実家もね僕が大学生の頃に建て直しちゃったんでもう僕のかつての部屋はないですし家僕住んだことないんですよね神谷氏の作るゲームは好きなのですが会社を辞めた理由は今後の予定はに何の言及もされておらず何の意味もないカレーの作り方とかカウンタック自慢とかで肩透かしを食らったのが残念でしたねひどいな。だからね言えないことありますから。ただじゃあ俺が思うのはなんかこう言えないこととかあるじゃん。言えないことをなんか全く触れないとかもう完全にスルーしてなかったことのようにするのはあんまりそれはこうユーザーに対して誠意がないなと思ったんであんな感じでもちょっと触れつつ、ギリギリ言えることを言いつつなんかゆるくあとは空気で受け取ってくれたらなみたいに思ってますね。なのでコメントなんかでもねいろいろ質問くださいよ。タブーの質問はないですよ。タブーのやつはスルーするんででも基本的にはねなるべく拾ってここまで答えられるかなあとはちょっとねっていうような感じで多分リアクションすると思うんであと何の意味もないカレーの作り方ってひどくないこれ。俺のカレー作りなんて何の参考にもなんないよね。みんなだって何回もカレー作ってるでしょ。そうかもしんないけど
僕も頑張ってカレー作ったんですから自慢させてくださいよ。私的にはハムスターさんとの交流を通じて神谷さんの近況さえ知れたらそれで満足。そうハムちゃんのところもまた遊び行きたいですよね、勝手に。もうぼちぼちコロナもねどうでもいい空気になってんのかな知らんけど。メガネのお話をぜひ。何のこと？ベヨネッタのメガネのこと言ってんのかな。俺のメガネのことかな。俺のこのメガネはねいつだったかな。デビルジョーを作ってる時だったかな。ジョーか、ビューティフルジョーを作ってる時だったかに海外出張行った時に海外の空港の、これオークリーなんですけど、海外の空港にあったオークリーの売り場で買ったやつですね。ちょうどね X メンが公開された時かな。 X メンのサイクロプスっていうキャラクターが、これと同じじゃないかな。同じかな、あれジュリエットだったかな、ちょっと分かんないんです。これはペニーっていうやつなんですけど、当時オークリーがこういう X メタルっていうシリーズで出していたんですけど、その頃からずっと使っていて、これすごい使いやすいんで僕これ4つくらい持ってるんですよね。もうこれ絶版なんで売ってなくて、オークションなんかでも結構プレミアの値段がついちゃってて、一応故障した時のためにスペアを持ってます。でこれねちょっとこう、こんな感じでカーブがかかってるんで、ちなみにこれ土入りなんですよ。よく聞かれるんですけど、僕目悪いんで土入りなんですけど、このカーブがかかってるんでちょうど眼鏡をかけた時に横目の方もねフォローしてくれるんですよ。だから車の運転の時とかすごいいいんですよね。あとこれここにこうバネがついていてちゃんとここホールドしてくれるんでちょっとのことじゃずれないんですよっていうふうに便利なんで、愛用してます。僕のメガネの話でしたベオのメガネの話なのかな。神谷さんがプラチナゲームズを退社したと知った時とてもショックでした。これからも応援してます。そうでこれね、この間のここもちょっとまた話したかったんですけど、辞めた時に、今辞めてどういう気持ちですかっていうので、さっぱりしたっていうような話を前回したんですけど、そうですね、これ、会社の中でも、僕が辞めますっていうことを全社員に対して共有した時に、僕が辞めるってことをすごい惜しんでくれるスタッフっていうのが、僕が思ってる以上にいて、で僕が辞めるって決めてから何かその個人的に話したいことがあれば、捕まえてくれれば、どうして辞めるのかとかどういう気持ちでいるのかとか個人的に話しますよってこと言ったら、いろんなスタッフがそれこそ入れ替わり立ち替わり来てくれて、長い人で1人も2時間3時間とかこう話し込んで、で涙を流してくれる人までいたんですよね。なんかね、僕なんて本当会社で好き放題行動してますし、ツイッターなんかでも暴れ放題で、スタッフの中には会社の評判を、落とすようなことやめろって思ってる人もね、実際いるかもしれないんですけど、そういうふうに思われていて、大半に疎ましく思われてるんじゃないかとさえ思ってたんですけど、思ってた以上にいろんな人が惜しんでくれて、俺みたいなもののために涙まで流してくれるんだっていうのは本当に僕もなんていうか申し訳ないなっていう気持ちが一層強まりましたね。なんかその、僕と一緒に仕事したいからプラチナに来たって言ってくれた人もいて、そういう人たちの力にもうこれ以上なれないんだっていうのは本当に申し訳ないなっていうふうに思いましたね。なのでこれもねよく噂されるんですけど、なんか神谷がツイッターで好き放題喋ってる口が災いして辞めさせられたんじゃないかとかいろいろあったんですけど、そういうことではないです。僕自分の意思で辞めたので、僕を今まで支えてくださったスタッフのみんな本当にありがとうございました。 MCU って何？藤田ってこれゲーム芸人藤田さんだよね。 MCU って何？マーベル・シネマティック・ユニバースのこと？マーベルとコラボってマーベルが俺に話持ちかけてきたら受けないでもないけどな。
へえ、知らんかった。でもな、レトロゲームじゃないんだよな。なんか知ってる、この人となんか藤田さん仲いいのかな。だからコラボはね、もう俺ほんとみんなが想像する以上に超人見知りだから、知らない人と俺基本的に喋りたくないもん。藤田さんはギリセーフかな。そうだから俺横尾さんともね何度か飲みに行ってるんだけど、まだね差しで誘えないんですよ。俺恥ずかしがり屋だから。横尾さんと飲み行きたいなと思ったら、横尾さんと共通の友人を介して、僕の後輩なんですけど、横尾さん誘ってって言って一緒に行こうっていう恥ずかしがり屋なんで。ベヨネットで衝撃を受けてデビルメイクラインなど遊ばせていただきました。なぜか X でブロックされているのは悲しいです。ほんとごめんなさいね。なんでブロックするの、ほんまに。なんでブロックしたんやろ。だからね、俺別に軽い気持ちでブロックしてるんで、なんかねサブアカ作ってブロック解除してくださいって言ってくれたら解除しますよ。でまた何かの表紙にブロックされるかもしれないですけどその都度頼んでください。それは。神谷さんのグッズが欲しいです。アクスタキーホルダー手拭い作りますかね。まあアクスタ3万ぐらい。櫻井さんとの対談が見たい。俺みたいなこんな無職櫻井さんが構ってくれるわけない。インターネット上でトラッシュトークをする方法ナチュラルにやってるからな俺。いやこのコメント欄もそうだし、ツイッターでやめるっていうことを発信した時もそうなんだけど、なんかそのみんなの言葉がすごい温かい言葉ばかりで、俺もうちょっとねいじめられると思ったんだよね。もうどっかでのたれ死ねぐらいなことを言われるのかと思ったら、みんなあったかい言葉かけてくれて本当にありがたいよね。俺みたいなあんなねツイッターで毒まき散らしてるやつ、どんだけいじめられたっておかしくないと思うんだけどね。ありがとうございます本当に。でもねトラッシュトークでね一個だけ勘違いしてる人よくいるんで言い訳していいですか。僕ひどい言葉遣いするんですけど、なんだろう、僕の中でもルールがあって、仕事に関係することを何かあそこで悪態をついて自分の意思表示をするってことは絶対しないですね。なんかたまにいるじゃないですか。今日の打ち合わせは最悪だったみたいなことを投稿することで、相手の人間っていうのが見るのを想定して投稿していて、そうするとこの見た人っていうのはあの人こんなこと言ってるから今日の打ち合わせ良くなかったんだっていうふうになんかその反省を促されるじゃないけど、そういう使い方って僕ね好きじゃないんで、だから本当にビジネスに関わることでそういう悪態ついたりとかって使い方したことはないですね。あくまでも一ユーザーとしてユーザーの気持ちで、ただのこのゲームおじさんとしてゲームを触った時になんやねんこのゲームとかこのメーカーどうのこうのとかっていうスタンスで言ってますね。うどん店には別にバカにしてないです。任天堂好きですよ俺。もう古くは任天堂のファミコン派とセガマーク3派で両陣に分かれて、僕と長澤で高校の頃バトルしましたから、僕ファミコン派ですからね。そんなとこですかね。じゃあ終わりにします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。これ言うとなんか YouTuber っぽいよね。ではまた。バイバイ。